やばいやばい、乗り継ぎのね保安検査場が行かないといけないから、それが遠いんですよ。やばいやばいやばい、マジ。おはようございます。今私は中国吉林省の長春国際空港に来ております。今朝8時40分ぐらいなんですが、これからですね日本に帰っていきます。で今回はインチョン空港ソウル経由でアシアナ航空で名古屋に帰るんですけど、ちょっと心配なことがありまして、乗り継ぎでですね韓国に行くんですけど、韓国は入国しないんですが、その乗り継ぎの時間がね名古屋便まで1時間しかないんですよ。60分。これ果たしてできるのかなと思ってね、買う前いろいろ悩んだんですけど、ちょっとアシアナ航空とあとインチョン空港の乗り継ぎをちょっと信じるしかないということで、ダメだったらね次の便に多分振り替えてはくれると思うんですけど、ダメ元で買いました。少しでも遅延が起きたりすると結構やばいなっていうような便での移動なんで、皆さんこういうの好きだと思うんで、ちょっと乗り継ぎ選手として、ちょっと買ってみましたんで、買えるってことはいけるってことだと思いますんでね、それでアシアナのソウル乗り継ぎで名古屋に中国から戻るということでお届けしたいと思います。特に説明することはないんで、このまま中に入りましょう。ということで今保安検査を受けて空港の中入りました。前回ね国内線に乗ったんですよね、この長春から。で上海まで行ってから上海で出国して成田空港に戻るっていう動画を出してると思うんですけど、今回はこちらの長春から出国していくということで国際線ターミナルに来てます。全然人いないですね。やっぱり地方空港あるあるで国際線のターミナルはガランとしてて、皆さん大体上海とか北京からね中国人の人たち国内線で移動したりして乗るんで、まだカウンターも開いてないし、ここからまだこのなんていうの、ここで一回もう一回荷物検査あるんだよね。そこがまだ開いてないです。今回ね中国に1週間以上、滞在して、吉林省いろんなとこ行ったりとかしたんですけど、ちょっとそろそろ日本に帰りたいですね。その前はもう3週間以上タイにいて、もう去年の12月の20何日か忘れましたけど、そこからずっと出国して日本に帰っておりませんので、1ヶ月以上ね日本に帰ってないです。長春からね、ソウルから名古屋、どの区間もかなり短いです。距離は全然大したことないですよね。確か長春ソウルが1時間ちょいで、インチョン名古屋が1時間20分とか30分ぐらいなんで、トータル合わせても3時間乗らないぐらいのフライトです。で乗り継ぎが1時間しかないっていうので、最短コースで帰れる感じにはなると思うんですけど、航空券値段はね3万ちょっとかな。でエコノミークラスです。やはり地方空港からの国際線、中国人の人たちもやっぱり少ないんですよね。でも必ずソウル便はあるんですよね。大体どの地方から乗っても。日本便はあるとことないとこのばらつきがあるんですけど、韓国行く人って基本的に多いんですね、中国人。ということでチェックインの方完了いたしました。で乗り継ぎ時間がね1時間しかないけど大丈夫なんですかねっていうのを聞いたんですよ。そしたらね走れば大丈夫って言われました一応荷物はねなんかねショートタイムっていうタグがつけられてた。初めて見た。なんで急いで運ぶんじゃないかな。あなたは急いで走れば大丈夫っていう風に言われました。ノープロブレムだそうです。はい。怖いな。とりあえず今から中国出国します。ということで保安検査と出国終わりました。特に何も聞かれなかったんですぐ散歩をして終わりでした。一応ねラウンジが使えるんであるみたいなんで、ここをね PP で入れるみたいですね。行きましょう。もう時間あんまないけど。ラウンジ入りました。こんな感じですね。特に大したものはないです。飲み物とお菓子ぐらいですかね。とりあえず飲み物とお菓子だけもらいました。若干ねちょっと体調が今あんま良くなくて喉もめっちゃ痛いんだよね。早く日本に帰ってちょっとゆっくりしたいっていうのがあるんですけど、この乗り継ぎ失敗すると多分翌日になるかセントレーじゃないところにたどり着くことになりそうなんで、それはちょっと避けたいというか、もう予定が明日から入ってるんで、いや走れば大丈夫って初めて言われたな。せいせい。とりあえずもう時間なんでラウンジを出てゲートに行きます。いやー乗り継げるかな。体調がねちょっと今芳しくないんで走りたくないんですけどね。
間もなくですね、搭乗が始まると思います。このフロアしかね、使ってないんだね。国際線のところ、5番と4番しか空いてなかったんで、でも4番、飛行機止まってないから、お店とかも売店が1個あるだけでしたね。あとラウンジがあるだけ。すでに飛行機は来てますね。芦穴の飛行機。ということで搭乗が開始しました。もう今10分ぐらい遅れてます。やばいね。ということで機内に入りました。エアバス321ですね。モニターとかついてますけど USB もある。結構古めな感じですかね。もうすでに、ね、搭乗開始10分遅れてるんで、結構厳しいと思うな。いけるかな。ゲートの近さによりますよね。すごい遠いコンコースとかに行ったらどうなるんだろう。でも名古屋便もコンコース多いからな。どうなんだろうね。座席は11の軽窓側で、エンジンより前の方のところです。はい、とりあえずもう乗っていくしかない。もう体がしんどくてね、今もうとりあえずずっと寝ようと思います。久しぶりに早く日本に帰りたいっていう気持ちがありますね、今回。風邪なのか、熱はないんですけど、なんかだるいんで、あとそろそろなんか日本に戻りたい欲が、1ヶ月出てると出てきますよね。あとはね、走れば大丈夫って言われましたけど、荷物がね追いつかないという可能性もあるんでね、なんかショートタイムっていうね札をつけられたってさっき言いましたけど、マジでついてました。プライオリティタグと別でショートタイムって書いてある。初めて見た。受け取った時にまだ残ってたらお見せします。自分の荷物が流れてないか見てたんですけど、ちょっと確認はできなかったです。もう最初に積んであるかもしれないですね。ということで間もなくドアが閉まりますけど、隣は来なかったですね。多分臨席ブロックですね。出発ね11時25分だったんで、もうすでにまだドア閉まってないんですけど、相当遅れてますよね。ということで今ドアが閉まりました。스타라이언스 아시아나항공 304편 이제 저희 01톤의 탑승을 운영합니다. 이때 산소 마스크를 앞으로 잡아당겨 호흡을 몇 번 하신다. 今放送があって、インチョンまでは1時間5分のフライトだそうです。今11時55分で30分遅れてますね。まだ離陸しません。30分遅れたらもう無理でしょう。今回はね多分乗り継ぎ失敗する気がするな。回復できるのかな。いやー、今日は遅いですね、この飛行機。いろいろ
いうことで非常に短いフライトですがしっかり機内食が出ました。選択肢はなかったです。渡されただけなんで何がどうだかわからないです。飲み物はお茶にしました。はい、でこれパンでデザートでサラダ、はい、開けてみました。こんな感じですね。何なんだろうねこれ。でもわりかしまともですよね。サラダのドレッシングがキューピーでした。はい、食べてみましたけどこれエビチリですね。エビでした。普通に美味しいです。はい、以上です。こう北朝鮮を回避しながら飛んでるはずです。今の時間は14時34分なんですが、私のね次の名古屋駅が15時10分に搭乗開始です。なのであと25、35、まあ待っててくれると、搭乗開始がまあ10分なんで猶予が15分か20分あるとすれば4、50分はありますけど、まだ着陸してませんからね。結構厳しいと思う。走っても間に合うのかな。37分です。やばいね。15時10分から搭乗開始です。 손님 여러분, 서울 인천국제공항에 도착했습니다. とりあえず時間がないアピールをしていっぱい走ってたどり着きたいと思います。ということで予想通り着陸してからずっと走っております。もう今43分になっちゃいましたね。こういう時に限ってすごい時間かかるんだよね。一応ね名古屋の、チケットも発券してもらって持ってるんですけど、それにはね16番ゲートってもう書いてあるんだよね。16番ゲートに変わってなければいいけどな。とりあえずでも保安検査もやり直ししないといけないですよね。結構絶望的ですね。まあしかも今回ねアシアナ航空なんで何かと不便でみんなから評判は良くない第1ターミナルで、さらに奥の方に進んでめっちゃ時間かかります。これ第2ターミナルだとね多分スッと止まってすぐに行けるんですけど、これも結構インチョン空港の問題だと思います。やはり LCC が止まってる ところなんでコンコースですねこういう時に限ってコンコースです。なんでもう電車で移動しないといけないですね。メインターミナルでもし乗るんだったらあっちの方がメインなんですけど、ただ名古屋便が、コンコースっていう可能性もある。大体名古屋便はねなんかすごい遠くのとことか LCC と同じ場所から出発することが多いんですよ。フルサービスでもこれもう本当昔からね動画にもしてお見せしてると思うんですけど、扱いはひどいのであんま多分お客さん乗らないから、もしかしたらコンコースでいいのかもしれない。どこまで走るんですかね。もうかれこれ20分ぐらい着陸してから走ってますけど、あれコンコースじゃないですね。きっとこれメインターミナルの方ですね。コンコース多分こっちなんで、こっちに行くと見せかけて遠回りしてこっちに今行くんだ。多分そういう指示があったんでしょう。こう直で行かずにシャナの380が止まってるのが17って書いてありますね。なんで真隣の可能性がここだとめっちゃ近いかもしれないですね。ここ何番なんだろう。15、16？ あれこの飛行機がもしかしたら名古屋行きになるってこと？その可能性ありますね。今16番ゲートって書いてあるんで、ってことは遅れてて、この便が遅れれば名古屋行きの出発も遅れるんで、
けそうな感じですよね、それが本当だったら。あ、そういうこと。機材も321なんで、じゃあこれ名古屋便になるんだ。違うかな、ちょっととりあえず、でも結局は保安検査を受け直さないといけないんで急ぎますけど。搭乗開始まであと20分しかないです。やばいな。カメラやばい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 。なんか張り出してある。これ俺のためだよね。16。やばい。どっち。やばい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 マジ。動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて2年間プラン以上をご契約いただいたお客様には大幅割引プラス4ヶ月延長というキャンペーンを行っております。ぜひよろしくお願いします。それで今私は久しぶりにね日本で、こういった動画撮ってるんですが、1ヶ月ぐらいねずっと海外行きっぱなしでございました。もう年も明けてですね2025年になりましたけど、皆さんね年末年始海外旅行とか行かれましたかね。今年も私は頻繁にね海外に、行くとは思うんですが、皆さんもねやっぱコロナ明けてから海外旅行に行かれる方随分増えまして、仕事でもね行かれる人も多いと思います。毎度ね似たようなお話で恐縮なんですけど、こちらね私が今紹介している NordVPN ね海外に行かれる方ね非常に強いアイテムとして活用できます。空港とかホテルとかショッピングモールとかカフェとかね、特に日本でもそうなんですけど海外に行ったら、無料 Wi-Fi をですね公共 Wi-Fi を接続して使うことが多いです。多分皆様もそうだと思うんですが、ただですねそういった公共 Wi-Fi を使うことによってデメリットというかちょっとリスクがあります。どういったリスクかというと、例えばですねそういった無料 Wi-Fi に接続した時にセキュリティ管理がねしっかりされていない Wi-Fi をね、知らずに使ってしまったと、そういった時に、悪いことをする人がいまして、その Wi-Fi を接続した相手のねデバイスの情報をですね盗み見したり悪用されるというね犯罪が多々起きております。特に個人情報の中で見られるとまずいものはねクレジットカードの番号であったり、決済のパスワードとか、あと個人のねネットの銀行の番号、口座の番号とかそういった暗証番号とかそういったものがね漏洩してしまうと悪用されて身に覚えのない、ね、請求が来たりとかお金を取られてしまうっていうことが起きてます。しかもそれが海外で起きるとですね結構ややこしくて、カードを止めたりすればいいんですけど、その代わりカードがね使えなくなってしまったりして、余計な手間と時間を取られてしまいますよね。せっかくねお金と時間をかけて、休みも取って海外旅行に来られてる人多いと思いますので、後味も悪くなりますし、初っ端で起きたらね滞在中なんかモヤモヤした状態で過ごすことになるので、それは防ぎたいですよね。でそういったのをね防ぐことができるのがこの VPN の接続なんですよ。で VPN をかまして Wi-Fi につなげることによってそういったリスクをね大幅に減らすことができます。VPN を使ったことがある人だと分かると思うんですが、通常のインターネットにですね VPN をかますことによって若干速度が遅くなったりすると思うんですが、NordVPN はそんなことありません。業界最速の速度を誇っているので、VPN を接続したからといってねなかなか速度が遅くて使えないようなネットになってしまうっていうことはほとんどないと思います。あと NordVPN の素晴らしいところはコストパフォーマンスですね。一つのアカウントで、契約していただくと最大で10台のデバイスに使うことができます。一家族ね誰かお父さんかお母さんがね契約していればその子供もねおじいちゃんおばあちゃんも、全員ね使うことができると。10人以上の家族はちょっと厳しいかもしれませんが、あとはセキュリティ以外の話をすると、私も Netflix とかサブスクで、動画とかね見たりするんですが、国が変わるとですね見えなくなったり、逆にその国でしか見れないコンテンツとかね、そういったものあるんじゃないですか。だけど VPN をかますことによって、例えば今私がアメリカにいるとしてアメリカでは見れない日本の人しか見れないようなものも日本の VPN をつなげればアメリカにいても日本と同じいる状況でインターネットをね、
使うことができるというようなちょっと裏技的なことがありまして、逆もそうなんですけど、なので海外にいながら日本のコンテンツを楽しんだり、オンラインの決済ができたりっていうことも可能になります。ただね、あんまりこういったことに詳しくない人からすると VPN わかんねえよと、設定とか俺できねえわっていうのでもう最初から諦めてしまう人がいるんですが、ロード VPN は非常に優しくて、契約していただいたアカウントさえ用意していただければ、ワンクリックコネクトといって、一瞬でアクセスと設定がもうできますので、難しく考える必要は全くありません。今ざっくり話しましたけど、概要欄にですねリンク貼っておきますので、よかったらそちらから確認していただければと思います。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただくと大幅割引プラス4ヶ月延長というキャンペーンを行っております。ぜひこれを機にご契約を考えていただければと思います。以上で NordVPN の広告は終わります。本編に戻ります。クソ遠い。そう、乗り継ぎのね保安検査場が行かないといけないから、それが遠いんですよ。もう走れないわ。限界。めちゃくちゃ体調悪くなってきた。やばいな。これだ。はい、まさかの乗り継ぎの保安検査場、めちゃくちゃ混んでおります。で今スタッフの人にね、俺やばいんだけどって言ったけど、大丈夫、並んでって言われた。本当に大丈夫なのかということで、乗り継ぎの保安検査終わりました。15分ぐらいかかりました。もうね、15時15分なんで搭乗開始してますね。おそらく多分待ってくれると思いますけど、もう走っていくのやめます。もう限界です。疲れました。喉カラカラなんで水だけ今ダンキンドーナツで買いました。なんかこの天下みたいな入れ物のやつ。なんとか16番ゲート来た。まだ始まってないかな。まだ始まってないわ。やった、よかったよかった、成功した。ちょっとトイレ行こう。やっぱり機内で話した通りでしたね。あの飛行機が名古屋行きになるから、で遅れて到着したから出発も遅れてるんですよね。助かりましたね。ほら、普通だったらね、結構やばいと思うんですけど、運が良かったですね。これね、クソ体調悪いのに全力疾走したんで、なんか本当に今もなんか倒れそう。熱あるかもしんないな。下痢とかはないけど、なんとか優先搭乗も間に合いました。よかったです、なんとか間に合って。これをねミスるとやばかったんだよね、スケジュール的に。ちなみに先ほどと全く同じ席の11の K です。1ヶ月ぶりの日本に帰れます。しかも名古屋直行便。これ東京とかね大阪経由だと意外とねきついんだよね。これ名古屋便、私はすごいありがたいと思ってます。はい、ということで先ほどと全く同じ飛行機で全く同じ席です。説明することはありません。もうこのままあと名古屋まで飛ぶだけなんで、名古屋まで1時間半ぐらいかな。つい先日ね、こちらのアシアナ航空の名古屋発インチョン行きでビジネスクラス乗ったんですけど、あの時は12月年末だったっていうのもあって機材が大型化されて330だったんですけど、今もう落ち着いたのか321になってますね。Number 1 clear. Number 2 clear. Number 3 clear. Number 4 clear. 나고야 출구국제공항까지 비행 시간은 1시간 25분이거든요. 나고야 출구 국際空港までの飛行時間は1時間25分を予定しております。ということで、だいぶね飛行機に乗ってから動かなかったんですけど、30分ぐらい経って動きました。すごい遅れてますね。
内サービス始まりました。これ一つだけポンと渡されるスタイルですね。なんか鶏肉の炒めたやつとチャーハンですかね。はい、こんな感じです。Hallo, hochvolländige zuverlässige Bullet for the Gewalt. Arrival. Passengers have not registered with the 나고야 출국국제공항에 도착했습니다. 출발지 공항에 혼잡으로 인해 ということで、おおむね1時間ぐらい遅れて今セントレアに着きました。 탑승이 열심히 되는 물건이 따 감사합니다. 来ました。とりあえず今から入国審査ですね。あと税関と。すごいポールポジションだ。ということで1ヶ月ぶりの日本に入国しました。いや嬉しいね。とりあえず入国審査も税関審査も一瞬で終わったんで、さすがセントレアだなと思いますね。ちょっとミュース会の時間が結構迫ってるんで、もう乗っちゃいます。ダメだな、今日全然うまく動画撮れてない。これなんですよね。これ初めて見た、ショートコネクションって書いてありますね。とりあえずこんな感じでギリギリではありましたけど、なんとかね1時間乗り継ぎで、しかも遅延があって助かったんですが、無事に日本に戻ってくることができました。インチョン空港だからできると思うんで、他の特に中国とかヤバめなところでね、時間ギリギリなのは絶対やらない方がいいと思います。自分は一番これが最安値だったんで、しかも時間も一番短かったから買ってみたんですけど、ダメならダメでね、諦めるしかないと思って買いました。それぐらいの気概がないとやらない方がいいと思います。しかもね、体調もちょっと今悪いということで、もうすぐに家帰って、休もうと思います。すいません、短い雑な動画になったかもしれません。ということでこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。無事帰ってこれました。最後におまけですけど、たまたま青いミュースカイでした。帰りが初めて乗るな。これといって特にあれはないんですけど、初めてだったんでちょっと見せましょうか。こんな風になってんだ。確かにちょっと特別感ありますね。北アルプスですよ。ご案内いたします。はい。神宮前、ということでご視聴ありがとうございました。それでは。岩倉。